これも学習漫画の展2025の展示キュレーターを務めます山内康弘と申します。私の方から本展の見どころについてお話したいと思います。これも学習漫画の展はこれまで豊島区主催にて3回ほど行われております。第2回目からですね、こちらの常盤総通り障害図書館にて開催しておりまして、2年ぶりの開催となります。そもそもですね、これも学習漫画だという取り組みについては、2015年から日本財団主催で進めてまいりました。学びに生きる、新しい世界を発見できる、多様な価値観を知る。その作品をですね、里中真知子選書委員長のもと、選書委員会を開きまして、これまで250作品を選出してまいりました。今回ですね、その最後の選手となった2020年以降は、新たな選手をしていないのもありまして、選書委員兼事務局長を務めます私の方が、キュレーターとなりまして、11作品を関しまして展示の方を行っております。2020年以降ですね、社会の変化とともに多くの人々の共感を集めた作品にはですね、共通点が見られます。それはですね、自己と向き合い、他者との関係を築く中でですね、視野を広げるきっかけとなるような、そんな作品がですね、多く選ばれています。バイアスを取り払って、多様な価値観をですね、受け入れる視点を持つ。この作品群をですね、今回は選んでいます。でその作品を11のジャンルとともに展開するんですが、紹介するんですけれども、ここからですね、11作品ごとにですね、その作品の方の解説をしていきたいというふうに思います。文学ジャンルは言葉の獣を選出しております。SNS 上で誹謗中傷が問題となり、言葉の持つ力が改めて注目されています。言葉は人を励まし、救うこともあれば傷つけることもあります。そんな言葉の力について不思議な世界観の中で深く考えさせるのが言葉の獣です。本作では言葉が擬人化され、目に見える獣として描かれます。その独特な表現を通して言葉にすることとは何か、なぜ詩や言葉が人の心を動かすのか、理屈ではなく直感的に感じることができます。読めば読むほど普段何気なく使っている言葉の重みや大切さを意識するようになる作品です。言葉が持つ力について改めて考えるきっかけを与えてくれるでしょう。生命と世界ジャンルでは廃培養紙水色を選出しております。日本の出生率は年々低下し、消費者対策が社会の大きな課題となっています。そんな現状の中で廃培養紙水色は14人に1人、日本は対外時世で生まれているという衝撃的な言葉とともに物語をスタートさせます。多くの人は愛し合い結ばれ、自然に子供を授かることを当たり前と思っているかもしれません。しかしこの作品を読むと、命が生まれるまでにはさまざまな環境や身体的な要因が関わっており、そのすべてが奇跡の連続であることに気づかされます。作中では命の誕生を伝える廃培養士という専門職の視点から不妊治療や体外受精の現実が丁寧に描かれています。受精についての知識を学ぶだけでなく、命を扱う仕事に向き合う人々の思いにも触れることができます。命が生まれるとはどういうことなのか、この問いに向き合うためにこれから大人になっていくすべての若者に読んでほしい作品です。きっと生きることの尊さを深く感じられるはずです。芸術ジャンルはいつか死ぬなら絵を売ってからを選しております。近年教育の場では STEM 教育から アートを加えた STEAM 教育が重視され、経済やビジネスの世界でもアート思考が注目されています。アートやクリエイティブな発想はこれからの社会においてますます求められるものになっていきました。しかしアートという言葉は捉えどころが難しく、使われる文脈によってはその意味が大きく変わります。いつか死ぬなら絵を売ってからは、そんなアートの世界をリアルに描く作品です。絵を描くのが好きな人や漠然とアーティストになりたい、
そう思っている人、あるいは絵を飾ってみたいと考える人、アートとの関わり方は様々ですが、この作品を読むことで絵を描いて生きるということがどういうことなのかを知ることができます。アーティストがどのように作品を売り、アート市場がどのように動いているのか、その仕組みを知ることで表現することとビジネスの関係がより明確に見えてきます。アートに興味がある方はもちろん、創作活動に関心がある人にとっても視野を広げるきっかけになる、その作品です。社会ジャンルはダーウィン事変を選出しております。人間でもチンパンジーでもない存在、ヒューマンジー。ヒューマンジーの視点から私たちが当たり前と考えてきた常識や価値観を問い直す物語です。人工知能が急速に発展し、技術の進歩が人間の生き方に影響を与える中、作品は人間ではない第三者と共生する未来を描きます。そこには私たち自身が持つ差別や恐怖といった感情が反映されており、読み進めるうちに人間らしさとは何かという根源的な問いに向かい合うことになります。しかし同時にヒューマンジーの目線は私たちが当たり前に抱く感情すらも持たない可能性を示します。それでも違う存在同士が分かり合い共生する未来はあり得るのか。言葉が通じる人間同士でさえ完全に分かり合うことは難しい。では全く異なる存在と共に生きることはどんな視点が必要なのか。この作品を読むことで人間目線ではなく地球目線で全ての生命が共生する可能性について考えたくなる、そんな作品になっています。職業ジャンルは学産を選出しております。ゲームは面白いからつい熱中してしまう、そう思う人は多いはずです。でも学産を読むと受験勉強も攻略するゲームのように面白いかもと思えてくるはずです。受験には攻略法があり、そのバイブルとなるのが参考書。本作は受験を攻略するためのプロの英知が詰まった参考書をどうすればより伝わりやすく効果的に活用できるのかという視点から描かれています。知識や攻略法もうまく伝わらなければ意味がない。だからこそ参考書作りには学ぶ人に届くような工夫が詰め込まれております。この作品を読めば自分にぴったりの一冊に出会えるかもしれないし、もっと良い参考書を見つけたいという気持ちが湧いてきます。さらに世の中には参考書を作ることに夢を持ち、それを届けようとする人がいること、その道に精通したオタクがいることも伝わってきます。また受験に限らず学ぶこと全般にも役立つ視点が得られるのも本作の魅力です。どんな分野でも知識を効率よく吸収することは学ぶ環境や方法を工夫すること、とても大切です。この作品はそんな学習の本質について考えさせてくれるでしょう。しかも単にためになるだけではなく、物語そのものも読んでいて面白い。受験勉強を攻略したい人にも、好きなことを仕事にしたい人にも、そして何かを学び続ける人、すべての人におすすめです。歴史ジャンルは獅子とボタンを選出しております。歴史を題材にした漫画は数多くありますが、獅子とボタンが描くのは過去の出来事をただなぞるだけではなく、現代の視点から歴史を紐解いていく物語です。天草四郎の宝をめぐる物語というロマンあふれるテーマに、仲間との絆や運命的な巡り合わせが交差し、ただの宝探しでは終わらない、そんな奥深さを持っています。歴史上の財宝を求める王道エンターテインメントでありながら、物語の背景には江戸初期のクリスタン史という重厚なテーマが横たわっています。歴史の授業で習った出来事がまるでパズルのように少しずつ組み上がり、謎が解き明かされていくであろう。その展開には知的な探求心をくすぐられることでしょう。また
登場人物たちが宝探しにかけざるを得ない状況や、自らのルーツと向き合う姿を通じて、生まれ持った使命とは何かという普遍的な問いも投げかけてくれます。綿密なリサーチをもとに描かれているこの作品はまだ始まったばかりです。歴史の謎を解き明かしながら運命に導かれるように物語は進んでいきます。作中だけでなくエピソードごとの作者の解説からも物語の奥深さや歴史がどのように紐解かれていくのか垣間見えてきます。エンターテインメントとしての面白さと歴史を学ぶ知的な楽しさ、そしてミステリーが高度に融合していくであろう、そんな作品になっています。戦争ジャンルは平和の国の柴崎へを選出しています。ロシアとウクライナの戦争は今も続いています。しかしメディアで取り上げられている機会が減ると、私たちはついそれを遠い国の出来事と感じてしまいがちです。平和の国の柴崎へはそんな私たちに世界は今も戦時中なのだと突きつけてくる作品です。主人公の生き様を通じて人格が環境によって形成されること、そして特殊な環境下で生きてきた者が平和な世界に適応しようとする苦悩が描かれます。しかし彼の中に刻まれた工作員としての側面は簡単には消えず、平和な生活に戻りたくともそれを許さない現実がある。彼にとって本当の居場所はどこなのか、その問いが物語を通じて深く掘り下げられます。戦争に関与した人々の心の傷や欠落、アイデンティティとの葛藤を描くことで平和な日常がいかに貴重であるか、それを実感させられる作品です。同時にその平和はいつまでも続くとは限らないという緊張感を、読者にも突きつけます。もし自分が突然戦争に巻き込まれたら、そんな極限状態の中で自分はどうなるのかを考えざるを得ない、重く目が離せない、そんな物語です。生活ジャンルでは平休みを選出しています。いつも全力で頑張っている、そんな人にこそ読んでほしい作品があります。それが平休みです。夢を追いかけながら夢の先にある現実に絶望し挫折した主人公が、本来の等身大の自分で歩み出す姿から、ずっと走ってきたんだから一息ついてみなよ、そんな優しいメッセージが伝わってきます。人生はいつもうまくいくわけではないし、常に全力で走り続けられるわけでもありません。でも立ち止まることで今まで気づかなかった大切なものも見えてくることもあるのです。この作品ではさまざまな人がそれぞれのペースでそれぞれの道を歩いています。ライフステージも選ぶ道も違うけれど、同じ時間を共有しながら生きている。そんな日常の温かさや人とのつながりが描かれているからこそ、読んでいると心がふっと軽くなります。これでいいのかなと迷った時、自分や誰かに優しくなりたくなった時、この作品はそっと寄り添ってくれるはずです。科学学習ジャンルは地球の連動についてを選出しています。知りたいという欲求は人間の根源的なものです。本作はまだ科学が自由に語れなかった時代に、それでもなお真理を追い求めたいという強い意志を持つ研究者たちの物語です。科学とは過去の研究者たちが積み上げてきた歴史の産物です。しかし歴史は必ずしも真実だけできているわけではなく、時には都合よく作られることもあります。その中で新たな発見が通説を覆そうとすると、多くの困難が立ちはばかります。過去の積み重ねを否定することの難しさ、そしてそこから今を引き返せないと堅くなになってしまう人間の脆さ、そして排他性、この作品は鋭く描いています。それでも真理を追い求めることの美しさ、科学と向き合うことのロマンが本作にあふれています。研究者たちがその情熱や葛藤を通じて
知ることの意味を改めて考えさせられる、その作品です。スポーツジャンルはメダリストを選出しています。個人スポーツは一人で戦う競技ですが、その裏にはマンツーマンで伝えるコーチの存在があります。本作はフィギュアスケートという採点競技の厳しさや魅力を描きながら、選手とコーチが二人三脚で歩む、その重要性、そしてその醍醐味を伝えてくれる作品です。個人競技ならではの孤独や葛藤、採点スポーツ特有の難しさ。本作ではそうした競技の背景も丁寧に描かれており、フィギュアスケートの奥深さを知ることができます。また、読んでいるうちに、自分は個人スポーツに向いているのかと考えるきっかけにもなるでしょう。さらに、本作はコーチと選手の関係性を深く掘り下げているため、スポーツ指導者だけではなく、若者を導く立場にいるすべての人にもとって学びの多い作品です。夢に向かって努力をする姿に心が震え、何かに挑戦したくなる、そんな熱さを持った一作です。多様性ジャンルはボール&チェインを選出しています。かつて男らしさや女らしさという言葉は社会の中では当たり前のように使われてきました。私たちはその枠の中で自分を位置づけながら個性を発揮して生まれてきたのかもしれません。しかし今は多様な価値観が尊重され、性別という枠にとらわれない生き方が受け入れられる社会になりつつあります。それでも自分とは異なるジェンダーの立場を想像することは容易ではなく、また自分自身のジェンダーを深く向き合う機会もそう多くはありません。ボール&チェインはそんな私たちに気づきを与えてくれる作品です。この物語を描くのは、明確な男や女というラベルに縛られないグラデーションとしてのジェンダーの在り方。固定された価値観ではなく、揺れ動く感情やアイデンティティを通じて、ジェンダーをより多面的に捉えることができます。読み進めるうちに、社会の中で築かれてきたらしさの枠を超え、自分自身のジェンダーと向き合うきっかけを得られるでしょう。ボール&チェインは単なるフィクションではなく、私たち一人一人にとっての問いを投げかける作品なのです。作品の解説は以上になります。こちらはみんなの漫画人生の名言コーナーになります。皆さんの心に残っているような大切にしているそんな漫画作品から学んだ人生の名言を付箋に筆ペンで書いてもらって展示した掲示しているコーナーになっています。多くの、コメントが集まってきていて、とても賑やかな形になっています。こちら、漫画関係教育についてのコーナーの解説をいたします。こちらですね、漫画の読解について、研究を進められております、京都教育大学の大久保先生の方にお話を聞いたコーナーになっております。大久保先生の方でですね、文章の読解力と漫画の読解力のこちらの方の比較研究の方をされておりまして、そちらについての研究をまとめたものになっております。でこちらを読んでいただくと、漫画の読解について、こういう形で、漫画って読み解かれていて、こういうところが文章の読解と、関係性があるというところについて感じ取ってもらえるというふうに思います。漫画を通じて新たな世界を知り、自分自身の道を見つける本展が皆さんにとってのそんなきっかけになれば幸いです。